皆さんは、パーフェクトリングをご存知でしょうか？ソニックアドベンチャー2における謎多きボーナスです。このチャンネルでは、過去に、ソニックアドベンチャー2の現行基盤を使用して検証を行いましたが、リングの位置がわからず終わったコースもありました。そこで、疑問に思ったのですが、このパーフェクトリング、ドリームキャスト版の時点では可能だったのかということです。というわけで、今回からドリームキャスト版を使用して、パーフェクトリングを再び攻略していこうと思います。現行基盤に関しても、追加情報で何個か判明したことがあったので、新しい情報がある場合は、そのステージを攻略するときに紹介しますね。果たして、どのような結果が待ち受けているのか。おまけとして、攻略後は、現行基盤とのステージ内のオブジェクトや敵配置の違い、リング数の比較とかも行いますので、ぜひご覧ください。それでは、今回のステージはこちら、アイアンゲートです。前回の動画がヒーローサイドからスタートだったので逆で行きましょう。とは言ってもスタートがダークなだけで途中ヒーローステージも挟むかもしれません。現行基盤だと両方の難易度でパーフェクト可能なステージでしたね。それでは早速スタートですね。ドリームキャスト版はロード時間が長いので多少はカットします。第1回ということでパーフェクトリング自体の話から入りますが、当然ながらバリアを持っている場合を除いてはノーダメージでクリアする必要があります。すべてのリングを拾うことができて、ステージ内のリング数判定が正常な場合は、特別ボーナスとして必ず A ランクになりますね。このステージは、珍しく、最初のチェックポイントまでリングが落ちてないので、やり直しの第1チェックポイントなら OK です。まあ、10秒程度しか短縮になりませんけど、レベル通過壁突破のアナウンスまでに15枚あれば全部拾えています。第2チェックポイントの直後の部屋にあるリングを全部拾うと48枚になります。チェックポイントに触れると、ボーナスに入って枚数が変動するので、注意、余談ですが、こういったボーナスで余分に発生した場合は、ちゃんと分母が増えてくれます。あくまでもステージ内に落ちているリングを全部拾うと、達成できるボーナスというわけですね。ここは要注意ポイントとなります。空中にリングが並んでいますが、1回のホバリングで全部きれいに回収するのは難しいです。なので、先ほど飛んだスクリーンに途中で戻って2回に分けて回収したいのですが、足場がジャンプで越えられないぐらいの段差になっており、素早く戻らないとそのまま落ちてしまいます。段差なるのに時間かかったのでカット。ここを越えてしまえば、厄介な場所はないので、あとは慎重に行けば大丈夫なはず。とにかく敵を倒して安全を確保しながら進みましょう。この先の段差を降りて高い場所にボックスあるので取り忘れないように、右には敵です。第3チェックポイントの位置から届く場所に20リングボックスがあるので、第3チェックポイントの時点での枚数は133枚とさせてください。手間なので直接降りてますが、ちょっとでも隔壁壊すのが遅いと劣化するので、リフト使った方がいいです。第1ステージということもあってか、敵の攻撃がほぼ来ないので、先手で撃てれば大体助かるはず。ロックオンできたらすぐに発射しちゃいましょう。次の部屋に行く前に、右側に5リングのカプセルがあるので、これでリングは全て回収です。ほとんど気がつかないぐらい影が薄いですが、一応注意として、ミサイルで隔壁を壊す部屋には3体敵がいます。通路に入ったらすぐに攻撃しておきましょう。パワーアップにたくさんになっているなら部屋が狭いので1体に分ければ誘爆して全滅します。いざという時のために隔壁をどうにかする仕掛けを用意するのはわかるのですが、これ壊すより解除できるようにした方が良かったのでは？よし。さて結果は140枚になったり、これに関してなのですが、設定ミスのようです。行けるところをいろいろと探しましたが、リングがある様子はないし、現行基盤だと138でパーフェクト判定でしたので、リングがどこか増えていたらまた面白かったんですけどね。でも、違いが見つかったというだけでも、やった価値ありました。じゃあ、お次はハードモード。ハードモードでは、敵の攻撃が激しいので、とにかく、敵を安全な位置から倒すのが大事になりますね。リングの総数の減っている場所が大半なのですが、罠自体があるところも多いので、取るのが楽とは別です。ノーマルと同じく、第1チェックポイントまでにリングはありません。リフトで向かった後の部屋に、同じく、計15枚がボックスで置いてあります。忘れずに回収。お互いに、通路や部屋の入り口からも攻撃が届く場合があるので、できる限り遠くから倒していきましょう。またまた落下しながら進んでいますが、今回は、ピンに打ったり、
こっちに突進する敵も潜れているので大変危険です。安定を取る場合はリフトに乗りましょう。第2チェックポイント後の部屋ですが、中央に回転している鉄球があるので注意。壁沿いに進んで奥にある鉄コンテナの裏の通路にリングが落ちています。全部拾うと39枚となりますので、漏れなく回収しましょう。ノーマルでも要注意ポイントだった空中のリング集めですが、今回は先に攻撃してくる敵がいるので攻撃に注意。1回目のターン時にロックオンできると安全に倒せます。最初は倒すの優先の方がいいですよね。取り忘れることはないと思いますが、空中のリングに列の場所に行くためのスクリーンの前に10リングがありますので必ず回収です。今回は敵の動き的にお互い届かない場所にいるみたいなのでこのまま回収します。同士打ちしましたね。知っている人も多いかもしれませんが、今作はソフトのバージョンに関係なくビーム攻撃は全ての敵に当たり反響があります。特に攻撃速度と頻度が速いハードでは起こりやすい現象ですね。またチェックポイントの手前から20リングを回収できるので、第3チェックポイントでは99枚になります。ここでバリアがもらえるのが嬉しい。毎度のことですが危険なのは間違いない。ただしここだけは撃ってくる敵が多すぎるので、リフトに乗ったところで楽に行けるかは疑問です。とにかく素早く倒すことだけ意識しましょう。この先は同じくと思いきや、次のティアマンのリングが増えているので、ゴール直前に敵がいるので注意。バリアがあれば安定ですが、ない場合は特に慎重に部屋に入るようにしましょう。敵起動ムービーが長いのでカット。最後の通路はダッシュパネルを踏まずに行くと敵に対処する余裕ができて安定化。踏んでもバルカン連射したれば動画のように倒せる場合もあります。こちらはパーフェクトですね。では最後にドリームキャスト版とそれ以降での違いを軽く比較だけして終わりましょう。はい。ではアイアンゲートの比較となりますが、結果としてはドリームキャスト版ではノーマルが設定ミスで2枚不足、ハードは正常でしたね。で、ステージ内のオブジェクトとかの違いですが、今回はありません。初回からこんなのでがっかりかもしれませんが、まあ、後のお楽しみということで、言い換えると、作り直す必要が無いぐらい、完成度の高いステージとも言えますね。では、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。全コース分やるのでよかったら、チャンネル登録や高評価で応援よろしくお願いします。昔プレイしたバージョンも概要欄にあるので、興味があればそちらもご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。